どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃじゃん、今回は DJI Mic Mini 2S が新しくね出ましたので、こちらをね皆さんにご紹介できればなと思っております。多すぎやろと。はい。DJI マイクって多すぎません？さすがに追いつけなくなってきてませんか？皆さん大丈夫ですか？僕らももうね、どれがどれやったっけってよくなるんですけど、今回はこの新しく出たマイクミニ 2S を紹介はもちろんするんですけど、今マイクを買うならどれがいいのか、選び方とかね、それぞれの違いっていうのをしっかりとまとめていきたいと思っています。で、その上でこのマイクミニ 2S ね、確かにそこ欲しかったわっていうね、めちゃくちゃ完成度がいいし、絶妙なニーズをね、ついてきてるので、僕はね、多分これめっちゃ使っていくと思います。なので、このね、小型ワイヤレスマイクシリーズ、気になっていた方であったりとか、それこそオズモポケット、オズモアクションとかね、DJI のね、カメラをお使いの方は、すごくね、ちょうどいいマイクが出ていますので、この動画でね、ぜひね、一緒に理解していけたらなというふうに思っております。では、早速やっていきたいんですけど、まず、このマイクミニってどんなシリーズかっていうところなんですけど、今ですね、マイクミニ初代、マイクミニ2、マイクミニ 2S が出たというところになっています。3つ目になりますね。このマイクミニシリーズっていうのは、DJI のワイヤレスマイクの中のより小型な、ね、モデルになっています。マイク2とかマイク3とかね、よりちょっとこうプロフェッショナル向けというかね、より高品質にクオリティ重視っていう方向けのものもあるんですけど、こちらでどっちかというと小さなものになっていますね。実際に開けるとこんな感じになってて、今回も、白のね、ホワイトカラーのね、基調になったものになっています。いつも通りのね、めちゃくちゃ可愛いものなんですけど、一番大きな違いは、内蔵録音ができるようになりました。もうここのね、ボタン一つ、レックボタンを押すだけで、はい、こんな感じで、こっち側がね、赤く点滅したことで、これ自体で音声をね、取ることができます。はい、今実際にね、こんな感じで、音をね、収録していますが、めちゃくちゃ綺麗だと思いませんか？この音声のままね、中身の紹介したいんですけど、セットのものにはこういったね、2つのトランスミッターと1つのレシーバーが入っていて、それらを求めるケースが入っているといった形になっています。で、今回のね、ケースはね、このウィンドジャーマーもね、ケーブルもマグネットもね、全てが収まるようになってて、ケースのね、完成度が非常に良くなったような感じになっています。で、このケースから、充電をね、することができるので、タイプ C ポートからね、充電をしておけば、全てをここで一括で完了することができるようになっています。ではね、基本的なスペックとマイクミニ2と比べてどうかっていうね、スペックと仕様をね、見ていきたいと思います。まずですね、前作のマイクミニ2からそうなんですけど、トランスミッターがね、白ベースになってるんですよ。ホワイトカラーのトランスミッターとなっています。先ほども見ましたが、こんな感じのデザインですね。結構可愛いんですよ。で、マイクミニ2からそうなんですけど、こんな感じの、着せ替えがね、可能になっています。めちゃ可愛い。マイクミニ2はね、若干マットな質感になってるんですけど、マイクミニ 2S の方はよりね、こうつるっとしたツヤ感のある感じになってますね。もうこれめっちゃ簡単でこうやって取るだけでいけて、これマグネットなのかな。で、これをもうつけるだけで、こういう風に一発で着せ替えをすることができる、楽しむことができます。で、僕的にはこの白って結構目立ちやすいなと思うんで、黒が良かったんですけど、黒のね、着せ替えカバーはもともと付属します。このセット購入じゃなくても黒はついてきます。で、マイクミニ2とマイクミニ 2S の着せ替えカバーの互換性はありません。なので、こっちのものをね、マイクミニ2を 2S につけようとしても、なんかうまいことつかないんですよ。一応ピタッとはなるんですけど、なんかちょっとこれ、どうなんやろうな。なんかあんまり綺麗ではないかなっていう感じですね。使えなくはないんだけど、ジャストフィットではないみたいな。やっぱ取りやすいねって感じにはなってます。で、マイクミニ2から一緒なんですけど、クリップのね、向きを変えることができます。なので、こうつけるときにクリップのね、向きを変えれるので、こういったね、シャツをつけたいときとかに、この DJI の正面を向かせながら、こうやってね、つけることが、横向きにつけることができたりするので、ここは結構大きなところです。しっかりとね、指向性を自分でね、コントロールできるっていうのはめちゃくちゃいいところですよね。これが初代マイクミニだと変えれなかったりするので、そこでちょっと不満だった方はこれ乗り換えてもいいかなと思います。で、さらに接続台数が2台から4台になりました。マイクミニ2はですね、最大2台まで接続をね、することができたんですけど、今回のマイクミニ 2S からは、このね、レシーバーにこれが4台まで接続をすることができるようになりました。なので、2人だけのね、トークとかじゃなくて、4人まで最大ね、今インタビューだったりとか、グループトークとか、そういったものでマイクをね、個別でセットすることができます。で、ここにもですね、実際に1、2、3、4と番号が振られてるんですけど、これでね、接続台数のね、上限がわかるかなと思います。で、しかもね、すごいのが、この4台つなげるにあたって、全てがマイクミニ 2S である必要がないんですよ。マイクミニ、マイクミニ2、マイクミニ 2S ですね。この3つ、ミニシリーズ全部が混合して接続
することができます。めちゃくちゃ良くない？だから、マイクミニ 2S このね、2つセットを購入して、マイクミニ初代2個持ってるよっていう方は、その2個をこの中に入れることができる。なので、計4つにできるっていう、これめちゃくちゃ良くないですか？ただ、マイク3とかは使えないみたいなので、1個注意ではあるんですが、マイクミニシリーズでまとめると、どれでも今のところ使うことができるので、これは普通にめちゃくちゃありがたいところですよね。で、一方でレシーバーはマイク3とかのね、方の上位機種の方がやっぱり優秀です。マイク3のね、レシーバーってこんな感じで、モニターがついちゃってるんですよね。こっちがマイクミニ 2S のものです。はい。大きさもちょっとだけ違うのと、あとこのモニターとダイヤル類がね、変わってきています。これによって様々なね、設定とかをこのレシーバーからできるので、そのアプリとかをね、使って設定する必要がありません。入力のね、レベルだったりとかも確認がしやすくなってきます。で、内蔵録音ですよ。これがね、今回の一番の目玉ですね。このマイクミニシリーズでは初めてのね、これだけで内蔵録音することができるようになりました。これ待ってた方多いんじゃないかな。僕はマジで待ってました。これめちゃくちゃ大事なんですよ。これどういうことかっていうと、この受信機とか、カメラとかスマホに接続して、そのスマホ側カメラから音声を今までは撮ってたと思うんですけど、それがここだけで撮ることができるようになったんですよね。で、ストレージ自体はマイクミニ 2S が 16GB で、同様に内蔵録音できるマイク3は 32GB あります。なので16って結構音声データだったら割と撮れるのでね、ここは非常にありがたいと思います。32なくても全然撮れるだけでも僕は全然ありかなと思ってて、でしかもですよ、32ビットフロートも対応してます。すごくない？32ビットフロートって何かっていうとね、より音声データをね、より多く残すことができるんですよ。通常って24ビットぐらいまでのね、マイクが多かったりするんですけど、よく言われるのは、基本的には音割りをしないという風に言われるぐらい、めちゃくちゃね、大声をね、出したとしても全部データが返ってくるぐらいの、それぐらい音のね、データをより幅広く、理論上ではほぼ全ての音をね、カバーしてるっていうのが、このね、32ビットフロート録音になります。だから、その音割れの心配がないっていうのと、後からね、音の調整をね、自由に編集時に任せることができるっていうところで、やっぱり撮影時にね、より気軽に撮ることができるし、突発的なね、バーンっていう音がね、入ったとしても、安心だよねっていうところで、非常にね、業界では重宝されているような、それが、このミニシリーズに入ったっていうのが、今回の本当目玉で内蔵で撮れるっていうのは、マジ目玉機能だと僕は思います。これがね、すごく嬉しいところは、そのバックアップとして撮れるということ、カメラにね、送った音声データをカメラが記録するっていうのはもちろんですけど、ここで内部で撮っておくっていうのが、まず1個バックアップにもなるっていうところ。で、あとはね、イベント会場とかの、こういうコンテンツクリエイターが多いようなところって混戦してしまうんですよ。電波がね、多すぎて、マイクを使う人もめちゃくちゃ多くなってしまうみたいなことが、仕事から結構あるんですよ。CP プラスとか、アップルイベントとか行くとね、もうみんながコンテンツクリエイターなんでね、いろんなもの回してたりするんですけど、そういったところで、音声のね、接続が切れてしまうっていう時に、ここで撮っておけば絶対的に安心なんですよね。これはローカルに保存するみたいな感じになるので、なので、そういったところで非常に心強いといったところが、めちゃくちゃメリットとして挙げることができます。ただですね、マイク3に比べて、このね、マイクミニ 2S っていうのは、編集なしの元の音声と処理済みの音声の両方を記録することができません。このマイクシリーズってちょっと音声をね、編集というか、ノイキャンかけたりとか、プリセットとか使ってね、ちょっとね、音をより強調することができるんですけど、そのね、収録をした場合に、元音声とその変更後の音声っていうのをマイク3だと両方取れる。ただこのマイクミニ 2S だとどっちかしか残すことができません。これはアプリで選択が可能です。っていうような違いは一応あったりはします。で、しかもですね、このマイクミニ 2S 転送速度がマイク3と比べて約2倍ぐらい速いんですよ。約10分ぐらいのね、音声データを転送してみたんですが、マイク3だったら約12秒で終わったのが、マイクミニ 2S だったら約5秒で終わりました。で、この内部収録のしたデータっていうのは、この充電ケースに入れるじゃないですか。で、これをですね、USB-C があるので、このまま PC に接続すると、これで有線接続で音声を取り出すことができます。これめちゃくちゃ便利じゃない？で、しかも PC だけじゃなくて、スマホでも有線でね、取り込みをね、することができます。単品を購入した場合は、専用の充電ケーブルで接続をすることができるんですけど、この内部で取った音声をデータとして運ぶこともめちゃくちゃ簡単にしてくれてるっていうのが、僕がね、本当に素晴らしいなと思うところです。でね、まだあるんですよ。ノイキャン。これもね、ノイズキャンセリング、マイク3よりもね、また優秀になっちゃってます。なんかすごいよね、マイクミニ 2S がどんどんマイク3を追い抜いていくような勢いなんですけど、今回から名称自体も変わって、アクティブノイズキャンセリングが AI ノイズキャンセリングに変更となりました。一応使い方としては、このレックボタンを2回押すことによって、こんな感じでね、ノイズキャンセリングを選ぶことができます。で、強弱もミモアプリを使ったら選べて、オフ、弱、強ですね。この3つから適用にすることができるようになります。で、あとは3種類の音声プリセット。こちらもマイクミニ 2S も入っています。スタンダード、リッチ、ブライトのね、3つから選択が可能になっています。で、バ
バッテリーに関しては使用可能時間はね、公式によると送信機が11時間、レシーバーが10時間、充電ケースで40時間使えるので、1日ぐらいは全然いけるんじゃないかなと思いますね。で、この送信機が満充電で内蔵録音どれぐらいできるかっていうのはちょっと計測してみた感じ、こんな感じでした。ちょっと今この時点で分かってないんですけど、この時間帯連続でね、録音することができています。で、またもね、ソニーユーザーの皆さん必見なんですけど、ソニーのカメラならコードレスで使うことができます。ここに、7C2 がありますが、対応機種であれば、ここのね、周のところに、なんと専用のね、ものを作ってくれています。これどっちが作ってくれてるんやろ？ソニーかな ?DJI かなちょっとわからないですけど、これをね、差し込んであげるとですね、これでコードレスで使うことができるんですよ。この受信機をこういう風に挿してあげるだけですね。これで、あとはもうこうやって喋るだけで、カメラとこのね、受信機にコードを挿さなくてもこのまま記録をすることができるようになります。これめちゃくちゃ良くない？これやることでめちゃくちゃ便利なんですけど、実際の音質どれぐらい変わるかですよね。無線でやるコードレスか、実際に線つなぐとどれぐらい綺麗かっていうのはちょっと後ほどのね、音声比較で見てみてください。っていうね、便利なアダプターがあるんですが、これ4950円とかなり高いです。はい。なので、ちょっとしんどいんですけど、あるとめちゃくちゃ便利なんじゃないかなと思います。で、1個だけちょっと注意点があるんですけど、このソニーのね、カメラってその無線でね、できたりとか、あとはこのマイクミニ 2S が4台分ね、接続ができるんですけど、この4台分の接続はソニーカメラにこの専用のアダプターを介して接続をする必要があります。これはね、そのルミックスの4チャンね、撮れるカメラとかでもできないんですよ。ちょっとやってみた感じ、グレーアウトしちゃってて、もうこれはね、ソニーカメラ限定になるみたいですね。多分今のところなのかなとは思うんですけど、なので4チャンしっかりカメラに入れたい方は、このアダプターを使ってもらうということか、もしくは4チャンどうしても撮りたかったら2チャン普通にカメラに入れて、あともう2チャンをこの内蔵でいっちゃうみたいな方法も一応あるかなと思います。で、あとはスマホとか PC とかだったら別に4チャンも入るので、ちょっとね、この4チャン4台収録っていうのは少し工夫というか注意点は必要になってきます。ちなみにレシーバーもミモアプリで4チャンに設定しておく必要があるので、ここも1個注意点です。ではね、皆さん気になる価格とキットについて見ていきたいと思います。じゃあまずはフルセットの価格ですね。ケースもついて、単品のマイクミニ 2S と、さらにレシーバーもついた全てのオールインワンが 27,720 円とのことです。で、レシーバー1個とトランスミッター1個のこの1個ずつ単品セットであれば 14,300 円と約半額ぐらいの値段で買うことができます。で、今回も僕のやっぱ推しがですね、DJI マイクミニ 2S のこのスマホ用セットですね。これ何かっていうと、この同じトランスミッターが入っているのとレシーバーがスマホ用になっています。これのセットがケース付きであるんですよ。これがね、めっちゃおすすめ。そのカメラとかじゃなくてスマホでいいよっていう方はこのままこうやってね、つなげてあげればもうそのまますぐに入れることができたりしますので、なんなら別にこれってレシーバーなくても一応接続はできますから、一番安く抑えたいならこれだけでもスマホだったら使えるんですけど、やっぱりこのケースとか一体型でしっかり管理もできてデータ転送もこれで楽々できるっていうところでめちゃくちゃ良くないですか。こちらも 14,300 円のセットになっています。で、トランスミッター単体だったら1万円ぐらいですね。で、充電ケースだけでも一応買うことはできるので、後からやっぱ欲しかったなっていう方は 5,720 円から後から購入することはできるみたいです。はい、っていう感じでね、このマイクミニ 2S さすがに結構魅力的じゃないですか。僕多分ヘビーユースしていくと思うんですけど、ただね、多すぎますよね、DJI のマイク。はい、この中にたくさんあるわけなので、ちょっと今回はですね、他の機種とも含めて比較をね、していきたいと思います。実際の音がどれぐらい変わっているのか、ちょっとね、聞き比べてみてください。はい、というわけで今、ソニーの α7V に、DJI マイクミニ 2S のレシーバーをケーブルで接続して音声を収録しています。音声の方はいかがでしょうか。レシーバーをケーブルで接続して音声を収録しています。音声の方はいかがでしょうか。はい、続いてこちらがソニーの α7V に DJI のカメラアダプターを使用して接続しております。音声の方はいかがでしょうか。ケーブルを使わずにカメラアダプターで音声を収録しております。音声の方はいかがでしょうか。続いて内蔵収録の音と比較していきます。まずこちらがカメラに入力している音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが内蔵収録している方の音声になります。音声の方はいかがでしょうか。はい、というわけで続いて音声の比較をしていきたいと思います。今聞いてもらっているのが DJI マイクミニ 2S の音声です。音声の方はいかがでしょうか。続いてこちらが DJI マイクミニ2の音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが DJI マイクミニの音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが DJI マイク3の音声です。音声の方はいかがでしょうか。はい、そしてこちらが DJI マイクミニ 2S のノイズキャンセリングスタンダードの音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが DJI マイクミニ2のノイズリダクションスタンダードの音声です。音声の方はいかがでしょうか。
そしてこちらが DJI マイクミニのノイズキャンセリングスタンダードの音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが DJI マイク3のノイズキャンセリングスタンダードの音声です。音声の方はいかがでしょうか。続いてこちらが DJI マイクミニ 2S のノイズキャンセリング強の音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが DJI マイクミニ2ノイズキャンセリング強の音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが DJI マイクミニノイズキャンセリング強の音声です。音声の方はいかがでしょうか。そしてこちらが DJI マイク3ノイズキャンセリング強の音声です。音声の方はいかがでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。いろいろとね、比較に違いは出てくるんですけど、でも、もう全体的には割ともう十分綺麗ですよね。なので、僕的には音声も音質もそうなんですけど、ワイヤレスマイクっていう性質上は一緒なので、僕的には使用感で選ぶのも結構大事なんじゃないかなと思っています。なので、ここからは実際にこれらどれをどういうふうに選べばいいのかっていうのをお話しできればなと思います。まずはですね、とにかく一つ持ってみたい、とにかくマイクを買ってみたいっていう人はマイクミニ2がおすすめです。予算を抑えて初めてワイヤレスマイクを使う人に向いています。正直ね、アキアムービーでのね、マイクもマイクミニで全然よく撮っていますし、マイクミニ2がいいなと思う理由が、一応公式ストアだとマイクミニもマイクミニ2もね、同じ値段っぽいんですよね。いずれね、セールとかで初代マイクミニの方が安くなっていくってことは可能性としては全然あると思うんですけど、一旦最低ライン同じかなというところでマイクミニ2が結構おすすめかなと思います。今回マイクミニ 2S でその内部の録音ができることになったことで、この単体の価格がちょっとやっぱ高くなっちゃったんですよ。マイクミニ2とかの方がもう数千円で買えるんですよね。なので1万円とかは全然いかないので、単体で買うなら全然まだ S とかつかなくてもいいんじゃないかなと僕は思っています。で、一方で録音ミスを減らしたい、コンテンツ発信をしっかりと届けたいっていう人はマイクミニ 2S、今回のものが一番おすすめですね。現状ね、やっぱり予算がちゃんと許すのであればマイクミニ 2S はかなりおすすめ、一番おすすめしやすいものになっています。やっぱりこの小型さ、そして気軽さで可愛らしさから、それを含めた上で内部収録、32ビットフロート、そして有線でのデータ転送というしっかりと使いやすさで安心感というところ、バックアップもでかいよねっていうところを含めると、やっぱり費用対効果が高い、しっかりと投資価値があるものに近づいているような気がするので、僕はね、コンテンツ発信を仕事でしている人にはこっちの方がやっぱ断然お勧めしたいかなというところです。僕もね、これからこの中で一番使うのはこれだと思います。で、あとはやっぱ仕事でがっつり使っていきたい、業務で使いたいっていう方はやっぱりマイク3が非常におすすめなんじゃないかなと思います。マイク3はね、このレシーバー側で設定をね、瞬時に変更できるというね、対応の速さ、シーンに合わせてしっかりとね、パパッと変更できるっていうところも強みだと思いますし、あとはタイムコードにも対応してるんですよね。なので複数のカメラとか、いろんなこうね、マルチね、いろんなね、デバイスで撮影するってなった時に音合わせとかをしやすいっていうところのね、圧倒的なメリットがあるので、業務のところではすごくね、重宝されているんじゃないかなと思います。ただ、マイク3だとね、ちょっと2との違いで、ラベリアマイクがね、対応はしてないんですよね。これマイク2なんですけど、この上部分にね、このラベリアマイクが入るんですよ。なので、こう、ケーブルをはわしてピンマイクとして使うことができるんですが、これがね、マイク3だとできないんですよね。ちょっとここがね、本当に惜しかった3のポイントにはなるんですけど、とはいえね、もちろんね、細かいゲイン設定に対応していたりとか、マイク3でも当たり前のように4つのね、トランシーバーからのね、録音することもできます。やっぱりね、仕事向けというか、業務として使うには非常にやっぱ完成度というかね、クオリティっていうのはマジで高くなるんじゃないかなと思います。っていうのが僕なりの選び方ですね。で、今ね、もしマイクミニとかマイクミニ2をね、持っている方って乗り換えが必要かっていうところで言うと、やっぱり収録のミスを防ぎたいとか、混線とかね、バックアップを取りたいという方はやっぱ絶対に乗り換えた方がいいかなと。絶対って言えるぐらいやっぱ安心なんで、ここは結構でかいんじゃないかなと思います。マイクミニ2はね、出たばっかではあるし、悩むんですけど、音声というよりかはやっぱこの安心感っていうのがやっぱ全然違う気がするので、僕はね、そこが本当に第一優先の方は乗り換えてもいいかなと思います。逆に今までね、ワイヤレスで飛ばしてて問題なかったよって方はそんな急ぐ必要は全然ないんじゃないかなと思います。はい、ということで、だいぶと理解深まってきたんじゃないかなと思います。最後にですね、ちょっと使用してみての感想だったりとか、購入使う前にあたっての注意点っていうのもね、まとめてお話しできればと思うんですけど、1個ね、今回めっちゃいいなと思ったのが、充電ケースがね、シリーズの中で最も優秀だなと思っています。どういうことかというと、普通にね、こういう風にまるっと全部が入るっていうのはもちろんなんですけど、このスマホ用のね、レシーバー、これがね、ここに入ってくれるんですよ。
わかります？なのでカメラ用とスマホ用両方入れることができるんで、これでもうねどっちでもいけるっていうのがこのサイズに収まるっていうのがめちゃくちゃいいですよね。であとはねやっぱり撮影設定をね気にせず撮れるっていうのはあまりにも楽ですよ。32ビットフロートで撮って内部録音しておけばほぼ失敗は起きないので、絶対的にこっちでは撮れてる安心感、カメラを切っても撮れてるっていうので、やっぱこの気にせずに撮れるっていうのがこのマイクミニでできたことが本当にね今回めちゃくちゃ大きな進歩ですよね。逆にもうちょっとこうなったらいいなっていうところは、この内部録音がカメラのレックにね連動したら神だなと思います。というのもですね、このレシーバー側にこの電源がオンになった瞬間、こっちがねレックが始まる、録音が始まるというね設定をすることができます。つまりはこのカメラにね接続をしておいて、カメラの電源を入れた瞬間からこのマイクの内蔵の録音をすることが設定的にはできるわけですよね。これがレックにつながるともっといいなと思います。こっちのねボタンを押せばカメラ側でもレックが回ると。でこっちで消せばこっちも消えると。にするとデータサイズも比較的抑えつつ、でさらにねやっぱ遠隔での操作ができたりするっていうので非常により楽になるんじゃないかなと思います。であと設定とかに関してはちょっとねめんどくささがあって、というのもやっぱりいちいちねそのミモアプリに接続をして入って変更していくっていう必要があるわけです。なのでねやっぱりマイク3のモニターがある、ディスプレイがあるっていうのはやっぱめちゃくちゃ使いやすいなとやっぱ思ってしまうところではあるので、YouTube みたいな同じスタジオでね撮るっていうのは一回決めてしまえばいいんですけど、環境によってちょっとノイズが多かったりとか、あとはちょっと人の声が変わってしまう時とかにプリセットを変えたりとかね、いろいろやるっていう方はちょっと手間にね感じるとはやっぱ思ってはしまいますね。であと単品購入の場合のねめっちゃ注意ポイントがあるんですけど、こういったねトランスミッター単体でね購入すると専用ケーブルが付属します。で充電がこれになっちゃうんですよね。つまりはケーブルを持ち歩く必要が1本増えてしまうと、これ結構めんどくさいんで注意ポイントです。できればやっぱケース付きで買った方が絶対に楽だし、これ USB-C で刺さるのでどうしてもやっぱ使い勝手は変わってくるんじゃないかなと思います。このケーブル自体はデータ転送をすることができるので、ケーブルとして完成度はいいんですけど、ケーブルが増えてしまう USB-C でダイレクトに入れることはできませんので、これは結構めんどくさいっていうか注意ポイントだと思っております。はい。だからオゾーポケットに入ってるクリエイターコンボとかでマイクついてくるんですけど、ああいったものもケーブル別になってくるのでちょっとめんどくさいんですよね。なのでやっぱりこういったケースを1個持っておくとマイクの運用っていうのは非常に楽になるので、もしね運用を考えている方は参考にしてもらえたらなと思います。はい、っていう感じかな。今回いかがだったでしょうか。今回5つのね種類のマイクを比較やね使用感を話しながら皆さんにねご紹介させていただきました。今回のマイク 2S ねかなり完成度高くなったんじゃないかなと思います。マイクミニ2とかよりはちょっとね値段は上がってはしまうんですけど、ある程度予算をね避けるなら本当にありな選択肢なんじゃないかなと思います。こういったねオズポケであったりとかオズポケ 4P、 そしてナノとかオズモ360っていうものを使った方はもうダイレクトにねエコシステムで、レシーバーもなしで単品1個でつなげることができるし、やっぱりね表現の幅は広がるかなと思いますので、興味ある方はねぜひ概要欄からチェックしてもらえたらなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。